こんばんは。はるけです。今回はミッドフィルダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を追加して更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがミッドフィルダー選手の最新版のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、下げた選手が何名かいます。FC プロライブのファビーニョだったりとか、あとはカルビン・フィリップスですね。で、新選手としてはですね、フューチャースターアイコンのガットゥーゾをここに入れました。ガットゥーゾに関してはですね、そこまで強くは、ないという風な評価で、個人的にはプレイスタイル面のちょっと少なさという風な部分と、あとはペースの遅さだったりとか、あとはドリブルの重さっていう風な部分で、変わりはいるかなっていう風な感じですね。もちろん守備面とか、フィジカルの部分ではしっかり取ってくれる場面はなくはないんですけれど、今の現環境、ガットゥーゾも別にやれはするんだけれども、そうですね、やっぱ他の選手でも強い選手は、多くいる。特に中盤は多く、いるので、その中で個人的には、強化はされましたけど、D かなというふうには感じますね。でそして続いては C ですね。C はですね、下げた選手、こちらも何名かいまして、レディアクティブのケシエだったりとか、あとはサンダースラック・ジョエリントンだったり、TOTJS のフォーデンだったり、RTTF のメリーノ、ここら辺の選手を少し下げたという風な形になってますね。で、新選手、追加した選手はですね、フューチャースター・ギュレルだったりとか、あとはパブロ・バリオスですね、この2名を追加したという風な形になってます。まずはギュレルですね。もちろんロマン的な部分というか、やっぱりレアル・マドリードの若手という風なことでもっとアップグレードをしてほしかったなという風には思いますね。パスが、もちろんめっちゃうまいんですけれども、ほんとパスしかないかなという風な感じですね。プレイスタイルプラス2つともね、パスの部分がついていて、ほんとギュレルだから通ったみたいなのはもちろんあるんだけれども、言っちゃえばシュートも微妙だし、ペースももうちょっと速ければいいな。フィジカルもどうしても弱くはなってしまうっていう風な、感じにはなるので、パスだけだったら今の現環境そこまでやなっていう風な、感じにはなってしまいますね。楽しみながら使うっていう風な部分だったら、全然、まだありかとは思うんですけれども、強さだけっていう風な感じで言うと、個人的にはそうですね、やっぱ C かなという風には思いますね。そして続いてバリオスですね。この人は逆に値段が結構安いので、コスパはいいかなという風に思います。バランスがいい中盤の、選手で、スキルさんはね、ちょっと残念ではあるんですけれども、意外とドリブルが軽くって、シュートもね、打てる選手になるので、若干攻撃に参加していっても、遜色なく、使えるかなというふうには思います。ペースもね、85あるっていうのが、いいですし、プレイスタイル面もインターセプトだったりとか、あとはテクニカルとか、容赦の血がついているという風な感じですね。フィジカルでゴリみたいな守備はちょっとなかなか難しいんですけれども、インターセプト意外とね、してくれたりとかするんで、1万ちょっとで買えるんだったら、普通にまだありかなっていう風な感じですね。個人的には、プラス3、4とかされていたらもう一気にトップクラスになっていたかなという風には思いますね。そして続いては B ですね。B はですね、前回から下げた選手、こちらも、いまして、ダイナスティーズのトゥラムですね、を前回から下げてます。新選手としてはですね、フューチャースターアイコンのライカールと SBC で来た選手ですね。そして、フューチャースターのエリオットだったりとか、あとはこちらも SBC で、来ましたマクアリスターですね、ショーダウン。そしてフィーチャースターアイコンのプティと、この4名を B ランクに、入れました。まずはライカールとですね、SBC で来た選手になるんですけれども、もちろんインターセプトのプラス、
だったりとか予測、ブロックっていうのは素晴らしいなというふうには思うんですけれども、まあ理不尽さはあまり感じない選手になってしまいますね。ライカールトっていう風な、まあ選手だったら、もっと強くあってもいいんじゃないかなと個人的には思いますね。それこそ SBC で来たっていう風なことになってくると、ペースはね、もうちょっと早かった方が、良かったですし、プレイサルプラスとか2つ付きでね、来ても全然良かったのかなと。いう風には思いますね。なのでそういうちょっと若干の物足りなさみたいなのが、あってしまった選手で、本当にまあ安いフリットみたいな、感じの選手ですね。で、スタメンには入っててもおかしくはないんだけれども、まあそこまでめっちゃ期待をしすぎるほどの強さはないかなという風なところですね。そして続いてエリオットですね。まあエリオットも値段の割には全然使えるなという風な選手ですけれども、ちょっとフィジカルは弱めに、なってしまいますね。当てられると結構ひるんでしまうっていう風な選手にはなります。ただドリブルがね、めちゃくちゃ細かい、プラステクニカルのプラス、備えてはいるので、ちょっとこうベルシルっぽく、使える選手にはなってますね。まあシュートに関してもレーザー90ありますし、決定力はね、そこまで高くはないんですけれども、意外と決めてくれたりとかができるという選手になりますね。ペースも86まで、上がってますし、十分こう強さがありながらですね、こうリバプール、好きな方にとっても楽しめるんじゃないかなというふうには思いますね。まあプレイスタイルもっと、多くあったら違ったのかなというふうに思いますね。そして続いてショーダウン、マクアリスターですね。まあマクアリスター全然、まあちょっと A に上げようかどうか迷ったぐらいの選手なので、プラスにされれば、A ランクには相当するかなというふうには、思います。ただこの人もね、プレイスタイル面もうちょっと欲しいなっていう、守備にも攻撃にもね、若干やっぱりそのプレイスタイルの不足感っていうのがあるので、ちょっとね、そこの部分は気にはなってしまうなっていうのは他の選手と比べると。で、パスめっちゃうまいので、そこはいいですし、守備もね、意外とできる。で、シュートも意外と決めれるっていう風な感じなんで、そこが本当にトップというか、守備こんなできんのに攻撃もめっちゃ違い作れるやんみたいな感じだったらよかったんですけど、個人的にはそこの部分が、ちょっと物足りなさがあるなっていう風な感じですけど、バランスよく、全然やれるっていう風な感じなんで、個人的にはこの、B という風なことにしました。で、スタメンには入っててもおかしくないし、プラス2が期待される選手になってますね。そして続いてはプティですね。プティに関してもね、全然やれます。特に守備に関して、しっかりガツンと、取り切れる力を持ってますし、サイドバックとしてですね、自分も使っていた時が、あったんで、そこの守備に関してはプティありがとうというふうに思うことはありましたね。ただ、ペースがちょっと遅かったりとか、やっぱドリブルは重たさ、感じてしまうので、そこがちょっと気にはなるポイントかな。あとは逆足3。ここは逆足4とかだったらより良かったかなというふうには思いますね。ただ予測のプラスがついたっていうようなことは結構大きなアップグレードかなというふうに思いますし、インターセプトだったりとかもね、ついてます。容赦なしもついてるんで、守備に関しては、特に何の問題もないというふうな選手にはなりますね。そして続いては A ですね。A はですね、前回から少しこちらも下げた選手がいまして、TOTY 特別賞のモドリッチだったりとか、フラッシュバックのですね、ブルーノ、この2名を前回からは少し、下げてます。で、追加した選手としてはですね、フューチャースターアイコンのリバウドだったりとか、あとはジェラードですね、そしてセイドルフ、こちら3名を追加したという風な形になってます。まずはリバウドですね。キャムの登録という風なことで中盤に入れました。普通に強いという風な感じで、ドリブル若干重たいんですけれども、その重さがあまり気にならないっていう風な方は、リバウドはめちゃくちゃおすすめですね。普通に強いし、フィジカルも強いんで、意外とこう、倒れない力っていうのを持っていたりとか、弾き返す力っていうのをある程度持っているという風な選手になりますね。かつペースも速いんで、やっぱりスピードで置いていけたりとかができる。で、その後のシュートだったりとかっていうのも、
非常に決めきる力がある上手い選手になりますので、本当そこの重さだけですね、人によってどうしてもちょっと若干重いみたいな、感じる方はどうしてもリバードいるので、そのドリブル若干重たくてもいいよ、かつ4-4でもいいよっていう風な方だったらおすすめかなと、いう風に思います。この人もね、やっぱプレイスタイルのところがもっといいのがついて、例えばスピード系、ラピッドだったりとか、クイックステップだったりとか、がついていたらより良かったのかなという風には思いますけれども、非常に強い、価値のあるカードだと思いますね。そして続いてジェラードですね。ジェラード十分強いなという風に自分は感じますし、もうこの A ランクに入っててもおかしくはないかなと思いますね。かなりやっぱり強化をされて、特にペース85っていうのが、でかいなという風に思いますし、守備面の改善っていうのもしっかり見られた、そんな選手になりますね。パスのうまさ、プラス、シュートの、力っていうのをしっかり持っている選手になるので、若干デブライネっぽい感じですかね。もちろん Y のデブライネよりかはどうしてもこう、ドリブルの重さっていうのは、あるんですけれども、まだそのドリブルの重さが気にならなければですね、普通に使える選手になります。この人も、ね、中盤の中では若干重たいかなっていう風な、選手にはなるので、そういう風なところがですね、気になる方はおられるかなという風に思います。ただ4-4にもなって、ペースもね、速くなって、シュートもだいぶ上手いんで、2列目、3列目からですね、飛び出していって決めきるみたいな、力もちゃんと持っている。で、かつ、ね、プレイスタイルプラスのところのパス面だったりとかついてますんで、パスをある程度普通につなぎながら、そういう違いもね、作れる選手にはなりましたんで、非常におすすめかなというふうに思いますね。そして続いてセードルフですね。この選手もですね、守備面がちゃんと改善を、されましたね。やっぱりベースのセードルフだとキャム登録に、なっていて、1バージョンに統一されたことで守備がぐっと下がってしまったんですけれども、この強化セードルフでちゃんとペースの部分だったりとか、あとはディフェンスをしっかり上げてきたというふうなことになってますね。で、使用感に関しては全然悪くは、ないです。普通に使える選手でトップクラスだと思いますね。敏捷性がちょっと低いのがね、気にはなるかなっていう風なところではあるんですけど、意外と軽いっていう風な、そんな選手になります。ジェラードよりは、軽いかなっていう風には自分は体感感じたので、全然多くの方は使えるかなという風に思いますね。シュートもある程度は、打てますし、本当に動きながらというか、本当ボックストゥボックスというか、攻守にわたっていろんなところ顔を出しながら、周りとコミュニケーションするという風な選手になりますね。個人的にはやっぱりパワーシュートのプラスじゃなくって、例えば予測のプラスとかインターセプトのプラスとか守備面のなんかプラスがついていたら良かったのかなという風には思いますね。この白のやつですね、予測とかインターセプトも、あとはラピッドとかついてても面白かったかなという風に思います。パワーシュートはね、どうしても人によって使う使わないがあったりとか、ちょっと難しい、プレイスタイルになってしまうので、それが本当にみんながね、使える、重要だと思うプレイスタイルがプラスでついていたら、良かったのかなというふうに思いますね。で、そして続いては S ですね。S はですね、新選手何名かいますね。フューチャースターアイコンのジダン、そしてジコ、フューチャースターのパーマー、そしてザイール、エメリ、フューチャースターアイコンのベッカム、ロナウジーニョと、これらの選手を追加をしました。ジダンですね。まずはジダン。ジダンに関しては何も言うことは特にないかなという風なところですね。もう正直むちゃくちゃ強いし、理不尽さの塊ですね。5-5だし、ペースもね、だんだん強化によって上がってはきてて、このカードでは85まで、上がってはいますので、十分だなという風に思います。で、フィジカルも強くって、守備もね、ある程度できるっていう風な選手になりながらも、攻撃の力っていうのも凄まじいですね。なので本当にシュートも決めれるし、パスもめっちゃうまいし、ドリブルも意外と軽いっていう風な選手で、スキル5なんか使えばもうほぼ気にならないっていう風な感じにはなるので、もうむちゃくちゃ強いなと思いますね。あとはやっぱりこの強化の時短で言うと、インターセプトのプラスがついたことで、守備能力そこまで足りてないけれども、ちゃんと取ってくれるみたいな、シーンがより多くなるなという風には感じますね。そして続いてジーコですね。ジーコも正直言わずもがなというか、もう本当に使っていたら楽だなという風に
思える選手の一人、ですね。特にテクニカルのプラスがついていて、能力も上がってはいますので、まあもうコントロールスピードだけ使ってりゃ、かわせる、相手を剥がせるっていう風な力を、持ってる、そんな選手になりますね。やっぱりプレイスタイル自体は物足りないんですけれども、本当能力だったりとか、その5-5、スキルやからしともに5という風なところで持っていってるみたいな選手ですね。フィジカル自体もそんなに強くはないんだけれども、すり抜ける力がやっぱりあったりとか、なんかもう臭さみたいな、部分がちっちゃいんだけれども、なんかちょっとすり抜ける、なんかボール取れないみたいな、感じにできるので、そういう風な部分で、まあ値段もね、この人めちゃくちゃ高いですし、非常に強い、カードになりますね。そして続いてはパーマーですね。パーマーはね、スキル5だったらむっちゃ良かったなっていう風には思うんですけれども、まあ十分かなという風に思う。十分 S ランクには相当する力は持ってますね。特にロングの今週とかっていうのが、まあしっかり決まる選手でですね、特にキャムの選手だったりとか、としてペースがね、むっちゃ速いっていうのが個人的にはすごく良くって、まあ飛び出す力っていうのはしっかりありますし、ST で使ってもいいんじゃないかなって思うぐらいの決定力も持って、ますね。で、パスも、めっちゃうまいし、ドリブルも軽いし、若干守備もできるっていうところもいいのかなというふうに思います。フィジカルもね、強いし、まあ 3CM の一角としてはすごく最高峰の、選手で、クイックステップのプラスも持っていると。まあ十分強さがありますし、まあ目玉の選手として出てくるぐらいの強さっていうのは全然あったなというふうには思いますね。まあ個人的には、ST よりかは中盤かな。3CM の一角で使うのが本当に最適かなというふうに思います。で、今週バンバン打つみたいな感じがいいと思いますね。そして続いてザイール・エメリーですね。この選手もマジで強いなというふうに感じます。本当に理不尽さが感じれるそんな選手になりますし、テクニカルのプラスと意外のシールドのプラスが結構いいなというふうに思います。ボールキープする上で、まあ、体を使ってですね、ボールを守りながら、運んでいくっていう力が手にできたという風な感じになってます。かつペースも90ありまして、ドリブル自体は若干ね、重たさあるんですけれども、まあ全然使えるっていう風な感じですね。パスもうまいし、まあこれでまた決定力がね、高かったら、とんでもないことになったなっていう風には思いますね。どちらかというとね、意外とスキル5でね、テクニカルあるんですけど、守備戦の方がいいのかもしれない。いいですね。決定力もっとあればっていうような感じだったんで、本当に。ただ決定力を上げるね、ケミストリーとかをつけて、スキル5も活かして、テクニカルも活かして、で、攻撃参加するっていうのでも全然いいです。なので、どういう使い方でも普通に強さがね、感じれる、そんな選手にはなるので、まあもう最高の中盤だなというふうには思いますね。まあ値段多分数百万ぐらい、するんですけれども、まあケミ的な部分も含めて、価値はあるなと思いますね。そして続いてはベッカムですね。フューチャースターアイコンのベッカム。まあフューチャースターアイコンで化けた一人かなと、いうふうに思います。めちゃくちゃベースよりも強くなってるっていう風な選手で、特にペース90っていうのが非常にね、強化をされた部分、大幅にアップグレードされた部分で、パスはもうむちゃくちゃうまくって、まあ決定力この人もね、ある程度あって、レースも高いんで、決めきる力っていうのはあると。で、若干ドリブルは重たいんだけれども、まだ扱えるレベルで、守備もね、しっかりできるという選手になります。まあ個人的には中盤かな CM とかで使うのがいいのかなというふうには思いつつ、若干ね、ベッカムは難しいんですよね。本当にベッカムの良さっていうのはクロスのうまさだったりとか、フリーキックのうまさだったりとかするんで、CM だとちょっとそこの回数が減ってしまうなっていう風には感じるんで、ベッカムの本当に一番の良さをね、活かせるポジションがね、難しいんですよ。サイドやったらもっと突破力欲しいし、ドリブルの軽さ欲しいしっていうような感じなんで、多分一番の最適化は本当デブライネみたいな、感じで中盤から、まあサイドに流れて、クロスだったりとか、パスのうまさを活かすっていうのは多分一番いいのかなというふうには思いますね。ただね、今週とか、アウトカーブとかっていうのが意外とこう決めきれる。特にロングシュートとかカーブ値がめちゃくちゃ高いし、今週のプレイスタイルだったりとか、トリビュラついていたりとかするんで、
そういうね、ロングのシュートっていうのを CM から狙っていくっていうのも全然いい選手になります。だからね、オプションが本当に多いんだけれども、多分特徴としてクロスが一番うまいんで、その中でクロスもプラスして、上げれたりとか、できると本当にベッカムの強さっていうのをより一層感じれるかなというふうには思います。ただ本当にベースから化けた、選手でめちゃくちゃおすすめですね。かっこよくて強いっていう風な選手になってます。そして続いてロナウジーニョですね。まあロナウジーニョ一応キャム登録、この人もリバウドと同様かな。リバウドと同じようにキャム登録なんで、ここに、入れてます。ミッドフィルダーに入れてます。まあ言わずもがな、この人も最強ですね。まあ中盤で使ってもいいし、別にそのキャムでトップ下で使ってもいいし、まあ ST で使ってもいいし、サイドで使ってもいいし、もう本当に前線どこでもできる、そんな選手になってますね。クイックステップのプラスっていうのは非常にでかい、プレイスタイルですし、まあトリックスターのプラスも使う人に とってはいいのかなというふうに思います。まあ能力えぐいですし、スキルも5で、逆足は4ですけど、もう逆足5と思ってもいいぐらい、逆足の決定力っていうのはもう凄まじいもの、持ってるので、普通に強いなと思います。で、スキル別に使わなくっても、テクニカル、コントロールスピードで使ってるだけで、もうどんどんなんか推進力持って運んでいってくれるし、相手がなんかこけるみたいなこともあるんで、同じ倒されて。なんでまあ、フィジカルもありながらスピードもあって、ほんと全てを兼ね備えている、選手かなというふうに思うので、この人も非常におすすめですね。ベースでも正直おすすめですね。こちらが最新版のミッドフィルダー選手のティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいねとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。